見かけは表札のような木の板、家族の連絡板に、天気を調べたり、リビングのエンターテイメントにも。新しい情報端末の形、それがムイです。街角の小さな書店では、店主の思いをさりげなく伝えるメッセージボードとして、うちはそんなにベタベタ接客する店ではないので、自分とお客さんの間にもう店っていう人格フィルターがあって、その人格がこのムイボードを通じておしゃべりしてるような、そういう感じですね。家具の町恵比寿川通り、およそ700メートルにわたって家具店建具屋が軒を連ねています。その一角にスタートアップ企業ムイラボがあります。木を基調にした奥行きの長いオフィス、京都らしいうなぎの寝床、窓際では会議の真っ最中、熱のこもった議論が交わされていました。会社の制度としてそれをやろうとするとどうなると思う？デザイナーの広部信康さん、ムイを開発し起業したコアメンバーの一人です。ムイで何ができるのか尋ねてみました。触ると反応して機能を表すアイコンというのが出てきます。インターネットにつながってまして、インターネット上の情報を表示することができるのと、ネットワーク上につながっている機器をコントロールすることができます。電気を消す、ちょっと暗くなってしまうかもしれないですが、あとはセンサーが入ってて手で書くことができるので、このように自分の手でメッセージを木に書きつけることができて送ることができますし、通常のパソコンでできることは基本的にはこれでも同じことができると思ってます。子どもの成長の記録を柱に刻む、そんな古き良き習わしもムイで再現。箱型ディスプレイに身長が表示され、いつでも見返すことができます。周りの方々が職人かたぎというか、我々みたいな、テクノロジーの企業とは全然違うっておっしゃるんですけど、僕たちはそんなに違いはないんじゃないかなと思ってまして、物としての長く使えていくようなところを大事にしているので、家具が置かれる様であるとか、家具に対して人が思う情緒的な部分とかをうまく汲み取っていけたらなと思うので。2017年に起業。もともとは京都の印刷会社日社の社内ベンチャーでした。日社はタッチセンサーで世界トップレベルのシェアを誇っています。大木和則 CEO、かねがね情報端末のあり方に疑問を持ち、広部さんらと起業しました。カフェとかですね、家の中でもそうなんですけど、みんなずっとスマートフォンを眺めてるみたいな。で目の前に人がいるのに話をしないとかですね。やっぱりその状態は少し違和感があるので。今世界にはおよそ300億台、1人当たり4台の端末がインターネットにつながっていると言われます。電気のようにエジソンが作った時は物珍しいものだったものが、時代が変わると自然に使われているようなものになっていると。情報技術とかその端末の姿がより環境に溶け込むことでもっと自然に付き合えるようになっていくんじゃないか。環境に馴染む端末とは。広部さんのデザインの源泉は京都の街にありました。ムイラボのデザイナー広部信康さん、
曰く、京都の街の佇まいや気配が無為の設計思想とつながっているそうです。よくここでお昼を食べに来てるんですけど、カフェやられてまして、ショーウィンドウをいつも綺麗に飾られてるんですね。今はほおずきが飾ってあるんですが、自然からの引用で街の人々に対してメッセージを形作るっていう、なんかこのディスプレイ装置自体もすごくよくできたシステムだなと思ってて、すごい僕はインスピレーションをもらうというか、綺麗に形が両サイドに残ってて、あたかもここに今家があるかのようですね。昔の長屋ですね。そこで切って新しい建物を建てたがゆえにこういう残り方をするんですけれど、抽象化されたもので家を認識できるっていうこともやっぱりプロダクトで情報を伝える上では非常に近しいものじゃないかなとは。広部さんが次に訪れたのは、こんにちは、失礼します。こんにちは。全国からよりすぐった工芸品を展示するギャラリーショップ。この自然素材のスクリーンを通して見ることで、外の情報はろ過されてるというか、なぜかここを通って見える光がすごく綺麗に見えるんですね。情報テクノロジーも綺麗な素材を通して見れば情報の質が変わるんじゃないかなというのを、僕はこのスクリーンを見て思って。インテリアとして暮らしに寄り添う情報端末を、無為を作るにあたり、広部さんは大理石やファブリックなど様々な自然素材を試しました。そして最終的に選んだのが木。しかし湿度で伸縮する木は機械と相性が悪いなど、エンジニアたちから懸念の声が上がります。頭おかしいってよく言われるんですよね。絶対にやらないし効率的ではないし、でも良さはなんとなくわかる。意外とエンジニアの方が木の家具とかを大事にしてたりするので、どうしてそれを仕事にしないんだみたいな。広部さんはエンジニアを説き伏せ、生産ラインに乗せます。工場では熟練工が一つ一つ手作業で組み立てています。落ち着いた木のデザインは町屋の風情にも溶け込み、京都の不動産会社が手掛けるスマート町屋に採用されました。一般的に家電機器とねつないだりするようなものがスマートフォームだと思うんですけど、私たちの考えるスマート町屋はもうちょっとその町屋の持つなんていうかな、質感とかに合うような、家自体の味わいが失われないように人間が気持ちよく使えるっていうことを重視してますので、そこで無井さんのコンセプトがそれにがっちりあったので導入をさせてもらいました。近代建築をリノベーションしたホテルでは、フロント業務のサポートに、スペシャルティーコーヒーを提供するショップ。ここでは客とバリスタのコミュニケーションツールとして使われていました。バリスタの思いが込められた一杯。テーブルの一部のような無意へ手書きのメッセージを返します。家がそこに住んでる人のことをもし分かるとするならばと、我がテクノロジーであると主張する製品作りよりもテクノロジーの存在を全く考えない。無為、あるがまま、自然のままを意味する古代中国の思想家の言葉をブランド名にしています。人が自由に思う、人が自由に行動する中に
見えない形でテクノロジーが存在する。ムイは京都で生まれた新しい時代のものづくり、人と自然、そしてテクノロジーとの穏やかで心地よい共生を、広部さんたちの願いです。